はいどうもリーダーです。タワとチャイ・ダムロング監督が獲得できたのでスカットを組んで試合をしていきたいと思います。スティパニッチ監督とほぼ前は変わらずで、1人ラインブレーカーで1個下げて ST の位置にクライフで右側メッシっていう形でやってます。こんな形でやってます。逆三角形ですね。でデフォルトだとこういう形なんですけども、スティパニッチ監督でこの形が非常に気に入ったのでこの形でやってます。でですね、前2人オムフにしてます。オムフにして、できれば2列目からの飛び出しとかも使ってみたいんですけども、今回はこの形でやっていきたいと思います。フリットが明日アイコニックで、もし出たらここはアイコニックのフリットにしたいと思います。でここはディフェンス能力が高い選手がいいのかなと思います。スコールズも適性あるんですけど、どうかなという形でまだちょっといろいろ試行錯誤しながらやっております。でベッカム、マンチェスターの補正かけてるのでベッカムでフリットは身長もあるので、ボールも取ってくれる、高い位置でボール取ってくれるんではないかなと思ってフリットにしました。ちょっとスタミナがないのが残念なんですよね。なので実際1試合持たないです。で結構万能な選手なので一応入れてあります。でここはもう風ミーロ一択でやっております。でここの位置後半から CMF にしてカマビンガを入れたり、ちょっと守備の方にしようかなと思って、入れてあります。下そうですね、センターバックキャンベル、ジューレ、今週調子のいいジューレ入れてます。で右サイドベッケン、こうワンビサカとか守備的なやつでもいいのかなと思います。ちょっとそれもいろいろこれから試していけたらなと思います。でマルディーニ、左はマルディーニっていう形で入れております。で1試合先ほどしてみたんですけども、ここはコンセプトはですね、2人にプレイエリア幅制限でお相手のところにハードマークをやっております。でその方がいろいろちょっとカウンターとかの試してみたいなと思うんですけども、自分の戦い方には、前2人センターフォワードにプレイエリア幅制限を入れるのが良かったですね。で一応こんな感じでスカッと組んでおります。前半はこんな感じ、後半60分からスーパーサブのメルテンスを、メッシだったり交換して、ラッシュフォードだったりに交換して、先ほどはこっちに交換したんですけどこんな形だったんですけども、でクライフのところにミュラーを入れる。でこのフリットの位置に、カマビンガを入れて、これを CMF にして試合をやってきました。初めてダムロング監督を使って試合をしてきたんですけども、その様子もぜひご覧ください。それではフォーメーション組んでいきたいと思います。カーンが調子良かったのでキーパーに交換しました。でそうですね、スコールズのところにフリットを入れて、で2人ともオムフでやっていきます。前2人はラッシュフォードとメッシでクライフですね。で前2人にプレイエリア幅制限をつけて、お相手さんのところにハードマークをつけるんですけど、途中からちょっとお相手さんのフォーメーションが変わるんですね。で私この場合は真ん中に入れようかなと思ったんですけど、ラッシュフォードちょっと怖いんで、ラッシュフォードとクライフにハードマークを入れて
試合に挑みました。で結構悩むんですよね。真ん中につけた方がいいのかどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとラッシュフォードを抜けられちゃうと困るので入れました。で試合開始です。ダムロング監督今回初めて使うので、ちょっとどうやってやっていけばいいか分かんなかったんですけど、メッシがいい抜け出しをしてくれたのでパスをしてゴールを決めてくれました。初めての監督ってコンピューターで一回練習した方がいいのか、それとも実践でやった方がいいのか結構悩むんですよね。私も初めてだったのでコンピューター一回やろうかなと思ったんですけども、ちょっと実践で試してみました。使用感的には今スティパニッチ監督を主に使ってるんですけども、選手との距離は少し遠いような気はしました。でスティパニッチ監督3バックなんですけども、今回、真ん中センターバック2人で両サイドがいる形なので、ちょっと久々50試合とか60試合ぶりぐらいですかね、サイドバックがいるちょっとフォーメーションで戦ったので、ちょっと戸惑いながら試合を進めました。結構私点数入れた後にすぐ点数入れられちゃうので、ちょっとね守備をしっかりやりました。ここら辺もちょっとまだ開幕なのでパスの距離感が分かんなかったんですけども、ラッシュフォードがフリーだったんでパスを出したんですけど、お相手さんに防がれて得点ならず。ここも一回戻してと思ったんですけど、ちょっと取れなくてですね。初めての監督を使用するときって選手との距離感が分からなくて、どういうタイミングでパス出せばフリーなのかっていうのはなかなか分かんないんですけどね。ここもクライフが裏から飛び出してくれて、クライフ起用してよかったなと思います。結構ああいう飛び出しをしてくれるのですごく重宝してます。パスもうまいですし、シュートも結構決めてくれるので、ここはキーパーナイスキーパーでしたね。なかなかダムロング監督取れない方いると思うんですけども、ぜひ取ったら使用してみてください。おすすめは後半からなんですけど、1個上げがおすすめです。私ずっと普通にどういう感じかなと思ってちょっと知りたかったので、前半は上げないで試合をしてたんですけども、後半から1個上げ途中からするんですけど、結構前でボールを取ってくれるので、すごく守備はしやすかったです。でも攻撃にすぐ転じられるので、そこが攻撃力すごく高いのかなと思います。で明日のアイコニックでフリットが来てくれれば、今レジェンドフリットなんですけども、レジェンドフリットだと体力がないんですね。能力はすごく高いんですけども、もし来てくれればぜひ取れるまでガチャを回したいと思います。いや、ここもねメッシがフリーだったんでパス出せばよかったかなと思います。皆さんガチャはどのぐらい引きますか？選手が取れるまでですか？それとも回数を決めて30回とか50回でという形でやられてますかね？私の場合は取れるまでやってしまってます。ちょっとなかなか全ての選手を使用するかって言ったら使用しないんですけど、もうなんか欲求ですよね。ガチャを回したい欲求。ピンクがいつ出るかなっていう、あれはうまくなんかそういう集めたい欲求を刺激してくれますよね。
でちょっとなかなか攻め手がなく、ちょっと中盤でボールをちょっと回してる状態ですね、お互い。3バックを結構やってたんで、そうですね、なんか3バックの方がちょっと少し慣れちゃいましたね。で、距離感はやはり今見てもらった通り、選手との距離は少し遠いのかなっていう感じはいたします。慣れている方であればすぐすんなり適用できるのかなと思います。私の場合はちょっとカウンター主体で距離も近い監督を使用してたので、ちょっと戸惑いながら試合をしてます、この辺は。この辺もフリットが上がってたので、フリットにボールを預けられればまた違った展開が生まれたのかなと思います。結構ボールが中盤までワンタッチでパスが回せちゃうので、その辺ちょっとうまく改善できればなと思ってます。少し位置を変えてなんか考えております。で、なんとか前半こちらがだいぶ珍しいですね。いつも同点とか負けた状態なんですけども、今回は1点差で後半を迎えることができました。後半からお相手さんもガンガン攻めてきて、ここで失点で同点になっちゃいました。で、ここでちょっと1個上げにしたんですけど、1個上げにしたつもりがちょっと全部上げになっちゃいまして、全部上げになっちゃうとちょっと守備がおろそかになりすぎてしまうので、ここからは1個上げでやっていきます。そうすると結構いい位置でボールを取ってくれるんですね、カゼミーロとかが。今いい位置でボールを抑えて、得点にはならなかったんですけども、得点につながるようなプレーになるんではないのかなと思います。できれば開始から1個上げ今度からやってみようかなと思います。ちょっとね、ボールを回されてしまうと簡単にここまで持ってこられてしまうので、ここから組み立て攻撃に転ずるのはすごく早いかなと思います。結構いい位置から攻撃いけるので、ここもメッシ惜しかったですね。もうちょい後ろでシュートでもよかったのかなと思います。お相手さんも結構ガンガン攻めてくるようになりましたので、ちょっと守備に注意をしつつ攻撃に行きたいと思います。で、ここもいい位置でラッシュフォード出てたんですけどね、ラッシュフォードの方がパス良かったのかなと後で見返して思います。結構いい位置で取れるかなと思うんですけど、なかなか取れない時が多くて、ここもいい飛び出しですよね。フリーになって、いや、クライフは本当に大活躍です、私のチームでは。で、ここで選手を入れ替えて、カマビンガーですね。カマビンガーを CMF で入れて、ちょっと守備の方を強くしようかなと。あんまり前に上がっていかれちゃうと厳しいなと思ったので、後半からカマビンガーをちょっと使用して試しでやってみました。で、クライフのところにミュラー、スパサブ持ちのミュラーで、ラッシュフォードのところにメルテンスを入れました。いや、いい飛び出しですよね。
構攻撃は早くできるのではないのかなと思います。得点をね入れないとやはり試合には勝てないので、入れられてもまたスティパニッチ監督と同じように結構攻撃力は高い監督だと思います。今作でも攻撃力は1位番2番1位2位を争う監督ではないかと思います。ちょっと今噛んじゃったんですけど、いやここもかわいそうなワンツーで自力ワンツーでしたね。いい位置でボール取ってくれるんですよね。ちょっと次の取れなかったのはあるんですけど、でメッシで行くんですけど塞がれちゃいましたね。ここからですよね。ここからうまく攻撃につなげられれば結構得点取れるんじゃないかなと思います。いい位置で選手が待ってるので。もう前には3人揃ってる状態なんですよね。この状態で結構一度お相手のところでボールを前に出ない自陣まで持ってかれないような感じで攻撃と守備ですねこうできるので、すごくいいのではないかなと、おすすめの監督だと思います。ここでベッカムに蹴ってもらおうかなと思ったんですけども、そのまま変えずにベッカムがヘッドを決めちゃいました。結構ベッカムもヘッドを決めるんですね。いつもフリーキッカーそうですねにしてしまうので、珍しいシーンでしたね、自分の中では。もう80分超えて2点差ですと、すごく余裕を持って試合に挑めました。結構このゲームでは余裕がなくなると失点につながるんじゃないかなって常日頃思いますね。結構前にっていうプレーをしてしまうと相手にカウンターを食らってしまったりなんか、そこで失点につながってしまうっていうのが多いですね、自分の中では。ここもうまく余裕を持ってプレーできたのではないのかなと思います。ここも最後惜しかったんですけどね、ちょっと一歩及ばずというところで試合も終了になります。ラムロング監督はぜひ1個上げで使用してみてください。すごく使いやすい監督だと思います。ちょっと距離が遠いので慣れるまではちょっと必要かなっていうのはあるんですけども、初めて使ってもちょっと試合で結果が残すことができたので、ぜひ獲得された方はフォーメーションスカット、参考にしていただいて試合をしていただきたいと思います。ではこの辺で、動画のチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ではまた。